ご視聴ありがとうございます。今回は、海の上を走る新交通システムのご紹介です。国内初の本格的な新交通システムとして建設され、開業から40年余り経つ路線の意外な歴史と発展を遂げた先に待ち受ける未来を解説します。全面展望のフルバージョンもありますので、そちらも見てくださいね。ここは、神戸市の南にある神戸空港です。スカイマークと ANA の路線を中心に、複数の航空会社が乗り入れ、伊丹空港、関西国際空港と並ぶ大阪エリアの3空港の一角を成しています。会場を埋め立てて作った空港であり、住所も島全体が神戸空港です。今回ご紹介するのが、この神戸空港に乗り入れる、とある新交通システムです。早速ターミナルを出て、その路線の駅へと向かいます。その駅の建物はターミナルの建物の真横にあり、あっという間に到着です。これが、今回ご紹介する路線、その名もポートライナーです。空港利用客を念頭に、看板類が4カ国語になっていますね。ポートライナーは、この神戸空港駅と神戸市の主要駅の一つ、三宮駅までを結んでいます。ただし、それだけではありません。路線図や運賃表を見ると、途中にループ線があるのがわかります。ループ線側には左回りの矢印があり、オレンジ色の線は6の字になっています。営業距離は、三宮と神戸空港を結ぶ路線が 8.2 キロ、この字にはみ出た線路が 2.6 キロの合計 10.8 キロ。ループ線は、神戸空港と三宮駅の中間にある巨大な人工島に収まっています。改札内へと入ります。節電のため、窓側の照明が消されています。ホームは一面2線。このホームは、神戸空港がある人工島の東寄りにあります。フルスクリーンタイプのホームドアで覆われていて車両はよく見えないので、車両の紹介は後にして、三宮行きの列車に乗ります。というわけで、全面展望をベースに、途中駅の映像を織り交ぜながら、まずは路線の紹介です。軌道は新交通システムとしてはオーソドックスな構造で、車体の脇に付けられたタイヤが案内機場の内側に当たることで方向を制御します。ポイント部分の案内機場は上下に移動するようになっており、ポイントが切り替わるときは進路を決める2つの部材が順番に動きます。路線を紹介する動画の場合、起点に近い駅から始めるのが普通ですが、この動画では逆方向から進めます。駅を出てすぐ、軌道を移ります。新交通システムは軌道を交差させることができないので、片渡り線が2本あります。駅を出てしばらくは滑走路と並走します。スカイマークの建物の奥では、ソラシドエアの飛行機が離陸を始めます。まもなく列車は左カーブで向きを変え、神戸空港駅ではほぼ東西にあった軌道は、ここで南北に走り出します。そう、この路線はほぼ全体がおおむね南北方向にあるため、下り列車の全面展望は光線状態がよくありません。動画を神戸空港駅から始めたのは、綺麗な絵を撮るため、というわけです。そしてこの先には、神戸空港へ伸びる唯一の橋、神戸スカイブリッジがあります。長さは 1187.6 メートルあり、真下を船舶が航行できるよう、中央が高くなった構造です。全面展望だとよく見えませんが、橋の中央には赤白緑の警告灯があり、橋脚のたもとにあるオレンジ色の警告灯と合わせ、船舶に注意を促しています。そう、要するにこんな感じです。橋梁の境目にあたるジョイントを通過し、列車は埋め立て地の人工島を爆走します。神戸空港駅から次の駅までの距離は、実に 2.8 キロ。三宮駅までの 8.2 キロのうち、およそ3分の1を1区間で使っています。次の計算科学センター駅の下り方には折り返し線があり、一部の列車がここで折り返します。そして副駅名になっている富岳前というのが、この駅の近くの施設に設置されているスーパーコンピューター、富岳にちなんだものです。これは先代にあたるスーパーコンピューター、K の後継であり、この駅の副駅名も、昨年6月18日までは、K コンピュータ前となっていました。8文字の駅名に副名称までついて、駅名版はこのカツカツぶり。また、ドア上に LED 表示器がある車両では、特に英語表記が絶望的な細さです。
副駅名をつけることで収入アップにつながっている面もあるだけに難しいところです。駅の手前で左に向きを変えた軌道は右カーブで向きを戻します。大きな建物が左右に並んでおり、冒頭の地図にもあった通り、この辺りも人工島であるため、駅名は付近の施設の名称を冠したものになっています。次の医療センター市民病院前駅も同じです。駅のデザインは統一されておらず、駅によって異なるほか、島式ホームの駅でも左右対称とは限りません。なお、この動画では所々カットしていますが、ノーカットの全面展望もありますので、概要欄から見てくださいね。直線区間を爆走します。軌道周りは変わり映えのしない光景ですが、ここから状況が変わります。進行方向右側にちらりと見えるのが、序盤の路線図にあった支線へと抜ける軌道です。支線の軌道は下り線とだけ接続しており、上り線はそのままホームに突っ込んでいきます。そして目の前にあるホームは上下線で作りが全く違います。それだけではありません。上り線は駅の直前で下り線から離れて高さを下げ、下り線よりも低いところを走ります。わざわざ一線ずつ分けて設置された上に高さに差があり、駅舎の作りも違う上下線、なんだか訳ありな感じです。この状況はこの駅だけでなく、この先でも続いています。右下を見る限りだと、上下線は橋桁だけでなく橋脚も別々であり、完全に分かれているようです。そして支線が分岐する市民広場駅の2駅先にある中公園駅では、上下線の間隔がさらに開き、左側に支線が合流します。そしてこれまで見てきた奇妙な構造には、支線の存在が関係しています。この支線は、市民広場駅から中公園駅までを回る線形で、支線を有する新交通システムは、国内ではここだけです。市民広場駅で支線の軌道が下り線にしか繋がっていなかったことからも想像ができますが、この支線は単線で、左回りのみの運転です。そのため、途中駅から右回りするには、中公園駅で乗り換える必要があります。中公園駅ではそのまま三宮方面に抜ける線形になっているため、支線に乗り入れる列車は1回運行するごとに車両の向きが逆になります。微妙に利用しにくい支線ですが、2駅目の中埠頭駅は、ポートライナーの車両基地の最寄り駅。車両基地はここしかないので、運行上は重要な役割を有しています。なお、支線の列車の行き先自体は三宮行きですが、上下線の列車を区別するため、支線に入るまでは、支線内で最後の駅である北埠頭行きとして案内されます。そして、現在では三宮と神戸空港を結ぶ本線よりも地味な存在になりましたが、ポートライナーが開業した1981年当時、路線はこのようになっていました。中公園から先は単線で、中公園から市民広場までの間は、現在の上り線しかなかったのです。また、現在の中公園駅は2階に上下線のホームが、3階に支線のホームがそれぞれありますが、開業当時は今の下り線にあたる線路はありませんでした。現在の路線が出来上がったのは、2006年2月。神戸空港の開港に先立ち、中公園から市民広場までが複線化され、残りの区間も整備されたのです。なお、2004年11月には、丸2日間全線を運休にして軌道の切り替え工事が行われました。市民広場から中公園まで、上下線の軌道が別々になっているのは、後から下り線側が建設されたからです。そして市民広場前駅では、下り線のみが道路上にはみ出しています。下り線の方が高さが高いのは、道路とのクリアランスを確保するためでしょうか。一方の中公園駅では、下り線側のホームと駅舎は神戸空港延伸時にできたもので、本線の上にある保線橋もその時設置されたものです。上り線側は列車によってホームが変わるので、時刻表でも案内されています。四角で囲まれているのが本線の上り列車で、日中は本線9本に対して支線6本と、支線側もそこそこの本数があります。こちらは支線のホームの映像、他より一段高いホームだけに、見晴らしも良好です。そして、跨線橋から眺めた風景がこちら。行き交う車両を上から眺められる駅は、ポートライナーではここだけです。そしてここから見ると、複雑な曲線を描く軌道の様子がわかります。駅を出たところで上り本線の左側にあるこの橋桁は、上り本線がかつて下り線だった頃、左側の旧上り線とをつなぐ渡り線があった場所です。また、
その先にある上り線の下の橋桁や柱から右に張り出した橋脚も線路が付け替えられる前の名残のようです。そして本線の下り坂を颯爽と降りてきたこの車両がポートライナーの主力2000型です。2006年2月の神戸空港延伸時に登場した車両で、その後も増備が続き、全部で21編成が製造されました。扉は1両あたり1箇所で6両固定編成です。なお、製造時期によって仕様が異なり、車両の外観は同じではありません。この編成は側面の帯が異なり、先頭部の大半が青く塗られていますね。なお、開業時から活躍していた8000型は2009年11月に営業運転を終え、2両が生態保存されています。2000型の車内はこんな感じです。新交通システムには、収容力を確保するためにオールロングシートとしたり、ロングシートとクロスシートの合わせ技にしたりする車両がありますが、この車両は全席クロスシート。座席自体はそれほど広くはありませんが、背もたれに角度がつけられたものもあり、快適に利用できるようになっています。内装も編成ごとに細かく違い、ドア上表示器の種類や、ドア前の滑り止めなどにそれが現れています。また、先頭部の運転台周りは開放されており、自由に座ることができます。通常は完全自動運転ですが、有人運転が行われることもあり、各駅には後方確認用のミラーが設置されるほか、軌道の横には扉の開閉時に使う機械があります。中公園駅を発車です。先ほど別の列車が走っていた支線の線路と合流します。ちなみに支線側の前面展望はこんな感じ。分岐器の角度は他より急で、速度制限も厳しくなっています。ここを過ぎると、真下の道路をオーバークロスします。軌道が高さを上げていたのはこの道路を乗り越えるためで、このまま線路は路線で2つ目の橋梁に突撃です。この橋梁、神戸大橋は、これまで走っていた人工島と神戸市街を結ぶ橋です。長さは322メートルと、神戸スカイブリッジほどではありませんが、双方を結ぶ唯一のルートであり、夜間にはライトアップも行われます。橋を抜けると軌道は下り勾配になり、今度は道路をくぐります。地上の道路と軌道、そして上の道路の4層構造を、新交通システムらしい巧みな勾配とカーブで切り抜けていきます。これらの道路と立体交差すると、軌道の横のビルがすぐそこに迫ってきます。人工島では建物とは距離があり、建物も大規模で整然と並んでいただけに、違いが目立ちますね。次の駅を出ると、列車はラストスパートをかけます。神戸市街は南北に狭く、遠くには六甲の山々が見えます。この山々が、ポートライナーの開業、そして今後に大きく関わってくるものです。軌道が高さを上げていき、片側4車線の道路をまたぐと、終点の三宮駅に到着です。廃線は神戸空港駅と同じで、上下線の間に渡り線が1本ずつありますが、ここで軌道自体が左に90度超えのカーブを描いているので、渡り線に入らない列車でも速度制限を受けます。このような急カーブが作れるのも、新交通システムの特徴ですね。そしてこちらの線路からだと全く見えませんでしたが、このホームは JR 三宮駅の真横にあり、乗り換えも便利です。隣の番線に停車している列車からは、JR 神戸線のホームがよく見えます。ホームの様子がこちらです。やはり都心側のターミナルだけあって、最初に見た神戸空港駅とは、ホーム幅が大きく違います。また、床面に貼られた整列乗車用のテープは、手前のドアの前のスペースを超えて続いており、ラッシュ時の混雑が激しいことが伺えます。その証拠に、ホームの隅に貼られたポスターには、混雑緩和への協力を呼びかける案内があります。5分ごとに混雑状況が配信されるアプリに加え、オフピーク通勤やバス利用を呼びかける内容です。その上、期間限定でポイント100倍キャンペーンも行われています。オフピーク通勤などを呼びかけているのは他の鉄道会社も同じですが、ポートライナーの混雑は年々深刻化しており、会社も対応に苦労していました。ポートライナーはもともと神戸市街の南に作られた人工島、ポートアイランドに向けた交通機関として作られたものです。開業と同じ年にはポートアイランドで大規模な博覧会も行われ、来場者輸送にも貢献しました。もともと神戸の街は、海岸線と山間部の間にある狭い場所に広がっていたため、まとまった土地のあるポートアイランドの重要性が高まる素地があったのです。その後、
島の東西の埠頭と博覧会の会場以外はほぼ空き地だったポートアイランドが発展を遂げていきます。市民広場から中公園にかけて広がっていた博覧会の跡地は住宅などに生まれ変わり、大学のキャンパスなども移転したことで、利用客は増加の一途をたどります。なお、市民広場と中公園の間にある港島駅の周囲には大学のキャンパスが多く、キャンパス前の副駅名が付けられ、朝ラッシュには混雑する駅の一つです。ポートライナーには、朝は下り方面、夜は上り方面という、一般の鉄道とは逆方向の流動が多いのです。朝ラッシュは2分から3分間隔で列車が発着していますが、乗客の波は絶えることなく続き、発車する列車は軒並み満員です。混雑緩和のため、過去には2000型が2編成増備されています。中公園駅で見かけた先頭部が青いあの編成であり、従来の2000型とは仕様が違うことから2020型とも呼ばれています。また、他の2000型についても、座席の一部を跳ね上げ式の補助席に改造しており、収容力を増やす取り組みがなされています。ただしこれでは効果が限定的なため、新交通システムとしては国内最長である6両編成を8両にする構想もありますが、莫大な設備投資が必要なため、実現の見通しは立っていません。ポスターにはバス利用を促す文言もありましたが、本数や所要時間の面で利便性が劣るらしく、それほど乗客を移すにも至っていないようです。頭の痛い問題ですが、ハード面の改善に限界が訪れている今、オフピーク通勤などを推進して利用客を分散して混雑を緩和するのが一番現実的な選択のようです。ご視聴ありがとうございました。